この動画はアルティウムの提供でお送りします。こんにちは。何かものづくりをするときに最初から全て自作するか、それとも一部の部品を既製品を使うか、どちらがいいのか今日は検討します。今日は電子工作の中でも比較的人気のある DC-DC コンバーターを作りながら説明します。まず最初の段階は設計です。いきなり製品を作り始めるなんてことはほとんどしません。設計から始まります。まず既製品についてですが、設計という概念がありません。用意された仕様や性能の中から使用目的に合った製品を選択します。逆に言うとカタログにある製品の中からしか選べません。特別仕様の製品を特注できるかもしれませんが、それは既製品の範囲から外れるので今回は外します。次は自作品の設計についてです。設計は1から始める必要があります。例えば今回ですと DC-DC コンバーターを作りますので、電源 IC の選定、受動部品半導体の選定、そういったことをやります。その次に回路設計であったり、あとは筐体に回路が収まる場合は筐体の設計もやります。実際設計に取り掛かる前にほとんどの場合で回路シミュレーションを実施します。シミュレーションを実施して回路がちゃんと動作するかを事前に検証します。非常に重要な作業ですし、このシミュレーションの作業を含めて設計作業と言っていいかもしれません。そこから回路 CAD を使って実際の回路設計を始めます。今回作るのは電源 IC を使った DC-DC コンバーターですが、ほとんどの場合で部品のデータシートに見本の回路があります。それを参考にすることも多いです。ここまで話してきた通り、回路を自作するとこの段階で非常に時間がかかります。設計は非常に時間のかかる作業です。しかし自分の欲しい性能のものを作ることができます。これが自作の良い点です。ちなみに今回作成した DC-DC コンバーターですが、今日のスポンサーのアルティウムの回路 CAD を使って実際に設計しました。実際の回路図設計だったり、基板のアートワーク、部品表の出力など、アルティウムがあれば全てできます。詳しくは概要欄で。回路設計と基板の設計が終わったら次は部品の購入です。既製品の場合は部品の購入というよりかは完成品の購入といった方が良いかもしれません。完成品をカタログから選んで注文するだけですね。在庫があったらすぐ届きます。在庫品がなかったらリードタイムという待ち時間が発生します。今は半導体不足や原材料不足の影響を受けて在庫品がない場合はリードタイムが長くなりがちになっています。基本的に既製品についてはこの購入した時点で終了です。もうあとやることはありません。今回既製品は Amazon で購入しました。Amazon で部品なんて買うなと言われそうなので、本物の DC-DC コンバーターを買えるリンクを概要欄に載せておきます。ちなみに今回購入した DC-DC コンバーターは前回の動画で出てきた曰く付きのものです。若干ネタバレになりますけども、真面目に使いたいものでしたら Amazon でこういったものを買うのはおすすめしません。ちゃんとした販路から買いましょう。ただ実際には製品が届いた後にその製品が問題なく使えるかどうかを評価する必要があります。これについては後で紹介する製品の評価で紹介します。次に自作品の場合ですけども、部品屋から部品を購入します。試作品の段階ですとネット上で購入する EC サイトを使う場合がほとんどですね。ただこの部品の注文というのもなかなかめんどくさい作業です。ですが今日のスポンサーのアルティウムなら部品表をまとめて管理して、その表を直接マウザーとかディジキーとかそういった部品屋さんに投げればそのまま注文できます。非常に便利です。部品屋さんで必要な部品が在庫切れだった場合、代わりの部品を探すか、その在庫が復活するまで待つ必要があります。今は半導体不足や原材料不足で必要とする部品がない場合、見つからない場合もあります。そうすると使用する部品を大幅に変更になる可能性もあります。部品を事前に確保していれば問題ありませんが、確保していなかった場合はもう一度設計からやり直す必要があります。非常に大変な作業です。部品の注文が終わったら次は回路 CAD で作った基板の製造を発注します。既製品についてはここで話すことはほとんどないです。そもそも出来上がったものを買うので基板の製造という概念はありません。既製品を作っている中の人が基板の発注をするかもしれませんが、それはエンドユーザーには関係ないことです。自作品の場合ですが、当然基板の発注をします。基板を発注しない場合はユニバーサル基板で作るという手もありますが、手間と時間を考えると基板はそのまま製造した方がいいかなというふうな感想です。
基板製造の発注を出してからだいたい届くまでに4日から1週間程度かかります。基板の製造代金は今は非常に安くなっています。逆に送料の方が高くなっているくらいです。次は組み立てです。注文した部品と基板が届いたら組み立てが始まります。まず既製品についてですが、部品と基板が組み上がった状態で来るので、そもそも組み立ては必要ありません。既製品を買ってきてそれを自分たちの製品の中に組み込む場合は若干の組み立て作業が発生する場合もあります。次に自作品の場合です。部品と回路が届いてから組み立てが始まります。部品のハンダ付けを基板製造時に依頼していない場合は自分でハンダ付けをするか組み立て工場に頼む場合があります。回路の規模が小さい場合は基板上に自分で部品を実装してハンダ付けするのにそこまで時間はかかりません。ただ回路の規模がもっと大きくなってくると非常に時間のかかる作業になります。もしくは自分では不可能な規模や、あとは使用する部品のサイズとかにもよりますが自分ではできない場合もあります。そういった場合は基板の製造時に部品のハンダ付けを依頼するか、もしくは組み立て工場に依頼します。ちなみに今回は回路の規模が小さかったので部品は全て自分でハンダ付けしました。こんな感じでソルダーペーストを基板の上に乗ってその上に部品を乗せていきます。そして最後に工業用のドライヤーで熱風を当ててハンダを溶かします。これで完成です。次は実際に組み上がったら製品の評価をします。既製品の場合はデータシートや取扱説明書にその製品の性能であったり、あとはどういった環境で使用できるかがしっかりと書いてあります。ですが実際には使う前にしっかりと自分たちで評価することが大切です。こんな感じで試験用のセットアップがありますけども、こんな感じで試験をやります。で、ここに買ってきた既製品の DC-DC コンバーターをつないで、いろいろ試験をするわけですね。ちゃんと動くかどうかを確認します。これが今回使った既製品の DC-DC コンバーターです。スイッチング周波数は 150kHz になっているはずなんですけども、実際に評価してみると 50kHz しかありません。どうやら偽物の IC を使っているようです。偽物かリマーク品のどちらかでしょう。買ったものだからといって信用しすぎないのも重要です。ちなみにこちらのモジュールについては前回の動画で詳しく説明しています。概要欄。ちゃんとした販路から買った既製品はこういったことはほとんどないので皆さん安心してください。次に自作品の場合ですが、当然ですが自分たちで性能を評価します。同じように自作品についてもこちらで試験をやります。これが自作品です。ここで試験装置の電源を入れると試験が始まりますが、自作品の方が試験項目が多くなります。ですのでその分試験にかかる時間も長くなる傾向にあります。どの程度の電流電圧まで耐えられるか、あとは消費電力、部品の寿命、使用する温度の上限や下限、さらにはノイズなど上げればキリはありません。もちろんどの程度の性能が出ているかとか、そういった指標についてもしっかりと評価します。やはりこの評価というのは非常に重要な作業であると同時に非常に時間のかかる作業です。できるならやりたくはありませんが、しっかりとやる必要があります。次は製品の評価をしたんですけども、設計が失敗していたり、あとは目的とする性能まで届いていなかった場合の話です。まずは既製品についてですが、買う人にとっては既製品の設計が失敗しているとか失敗していないとか、そういった概念はありません。既製品を作る人たちが設計を失敗することがあるかもしれませんが、そういった失敗している箇所というのは世の中に出てくるまでに解消されていることがほとんどです。これは製品を使うエンドユーザーにとってはあまり関係のないことです。既製品の性能が出ていないということもほとんどないとは思います。ですが実際に確認するためにこの前段階でやった製品の評価というのをやります。次に自作品の場合ですが、評価をして設計がうまくいっていなかったり設計が失敗していて希望通りの性能が出ない場合もありますし、逆に一発でうまくいく場合もあります。もしうまくいかなかったら部品を変更してみたり、根本の設計から変えたり、今までやってきた作業をもう一度最初からやり直す、そういった作業も必要になります。どの程度かの設計変更にもよりますね。基板の設計とかが変わってしまうとですね、もう一度最初からやり直しになるので、泣きながら設計をやり直す、そんなことになる場合もあります。
最近の半導体不足とかを考えると、製造に必要な部品を確保できなかったら回路設計の大幅な変更を余儀なくされます。おそらくかなり厳しい地獄パターンに突入すると思いますけども、そういったのはあまり考えたくはないですね。実は今回作成した DC-DC コンバーターも1回目の試作は実は失敗しています。少しお見せしましょう。これが今回1回目に試作した DC-DC コンバーターです。入力の電圧をこのように変動させたとしても常に出力の電圧は 5V 一定に保ち続けるという、そういった設計にしました。今 DC-DC コンバーターの負荷の電流は流していません。電圧は 5V 一定です。ここまでは問題なく動作しているように見えますが、負荷の電流を増やすとどうなるか見てみます。こういう風にですね、負荷の電流をどんどん流していくと出力の電圧がですね 5V 一定ではなくて少しずつ上昇していくんですね。 5.2V とか 5.3V とかこういう風な動作になってしまいます。これ実は意図していない動作です。負荷の電流が増えたとしても出力の電圧は常に 5V 一定に保ち続ける、そういった動作をしてほしいんですが、そういった動作にはならずに電圧は少しずつ上昇してしまう、そんな動作になってしまいました。データシートを見てみますと、ここまでの電圧の上昇というのはデータシートには書いてありません。いろいろ調べてみたところ、どうやら回路基板の設計が良くなかったようです。左にある基板が1回目に作った失敗作、右にある基板がちゃんと動作する基板です。右側にある1回目に作った基板ですが、本来ならば4層基板とすべきところを費用をケチって2層基板でもいけるだろうと思って設計したら、どうやらそこが悪かったようです。右にある基板はしっかりと4層基板で設計したところ問題なく動作しました。電流の通り道であるとかノイズであるとか、そういったいろいろな要素が絡んでいるとは思いますが、あまり詳しいことは評価していません。このように2回目4層基板で作った方ですが、電流を増やしていっても電圧は基本的に 5V 一定のままです。小数点3桁がパラパラと動くくらいで非常に優秀な電圧特性だと思います。こんな感じで無駄な時間と費用を使ってしまったわけですけども、よく原因は分かりませんが最終的に動いたので、とりあえずよしということにしておきましょう。ちなみに基板の製造費用は追加で2800円。そして基板を注文してからまた届くまでに追加で7日間ぐらいかかっています。それ以外にも基板を若干設計変更しましたので、その分のタイムロスもあります。最初からちゃんと設計していれば問題なく動いたんですけど、サボるとこういうことになりますという話です。設計、購買、製造、評価まで終わりました。基本的にはここの流れまでで一旦終了です。この後は費用であったり性能について話します。まずは性能についてです。まず既製品の場合ですが、あらかじめ性能は決まっています。使われている部品の特性や性能などはこちらで指定することはできません。用途に合わせて性能は高いものから低いものまで幅広く用意されていることが多いです。その性能というのも製造するメーカーによってあらかじめ保証されています。なのである程度安心して使うことができるわけですね。次は自作品についてですが、これは使用する部品であったりそういったものを変更することで性能の高いものを作ることもできますし、逆に性能の低いものを作ることもできます。これは使用する制御回路であったり受動部品、半導体部品の性能次第です。ただ一つ言えることとしては、既製品と比べてかなり幅広く柔軟に対応できます。最後は価格についてです。既製品の価格というのは自作品を自分で作る手間ですね。設計、製造、購買、そういった手間を考えると既製品の価格というのはすごく安く思えます。当然ですが、自作する場合は設計、購買、あとは製造にかかる人件費とかも考慮する必要があるわけです。そういった時間とかを人件費換算すると買った方が安くなる場合というのは多いんじゃないでしょうか。ここまで来てようやく結論です。自作品とあとは既製品どちらが良いかを比較してきたわけですけども、結論から言うとこの勝負は引き分けです。これから理由を話していきますが、まず既製品の一番の利点というのは買ってきてすぐ使えることだと思います。性能もデータシートに書いてある通りのことがほとんどなので、多くの場合で安心して使えます。次に自作の場合は一から設
計、購買、製造、あとは評価をする必要があります。こういった作業は非常に時間がかかります。大量生産以外では部品や評価にかかる時間や人件費などがかかるので、コスト的には高くなります。しかし自作の場合ですと、設計の自由度であったり、使用する部品の自由度、そこら辺がかなり高く柔軟に設定できます。逆に既製品はそういったことへの自由度を犠牲にする代わりに、設計の大変さや設計にかかる時間を短縮できることが一番の利点だと思ってます。そういった理由から今回の勝負は引き分けです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。